皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは、優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいるところは、すごく暑くなってきました。もうね、夏ですね。そして実は夏バテって呼ばれる夏の暑さが原因で体調を崩すことなんですけど、この夏バテになってしまっています。すごく体調を崩しやすい時期なので、皆さんも体に気をつけて毎日過ごしてくださいね。では早速今日のポッドキャストに入っていくんですけど、今日のポッドキャストでお話ししていくのは、久しぶりに間違えやすい日本語についてお話ししていきます。今日紹介するのは3つの動詞なんですけど、これは思いつく、思い出す、覚える、この3つです。なんでこの3つを紹介しようと思ったかというと、私の生徒さんもそうなんですけど、結構日本語を勉強している人にとってかなり難しい、かなりごちゃごちゃになりやすいことなんですね。ごちゃごちゃっていうのは混ざってしまうこと。どの単語を使えばいいのか、どの動詞を使えばいいのか、わからなくなってしまう。そういうことがあります。なので今日はこの3つを丁寧にわかりやすく説明するので、よかったら皆さん最後まで見ていってくださいね。では早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、まず皆さんに最初に持っておいてほしいイメージがあります。これは何かというと、だいたい2つに分けてほしいんですね。これは思いつくだけ別で、思い出すと覚えるはセットにしておいてほしいんですね。この2つに分ける、2つに分かれているっていうイメージを持って、今からの話を聞いていってもらえたら嬉しいです。では、まず最初に一つだけグループが違う、思いつくについてお話ししていきます。これは簡単です。結構簡単。思いつくっていうのは、新しいもの、新しいアイデアが頭にポンと浮かんでくることです。頭にポンと浮かぶ。これが思いつく。思いつくは新しいことなんですね。例えば、今日のご飯何食べようかなとか、次はどこに旅行に行こうかなとか、そういうふうに皆さんが考えることがありますよね。そしてこの考えて頭にポンと出てきたこと、これがあると思うんですけど、このこと、この頭にポンと浮かぶことを思いつくと言います。思いつく。新しいアイデアとか、新しい考え、新しい答えがポンと出てくること。これが思いつくです。そして、例えば皆さん、私が皆さんに、今日のご飯何食べたいって聞くとします。そしたら皆さんは考えますよね。その中には思いつく人もいれば、何を食べたいかわからない。何がいいかな、何食べたいかな。そういうふうに考えが一つまとまらない時ありますよね。何を食べたいかわからない時。これが思いつかないです。思いつかない。なので、私が今日何食べたいって聞いた時は、思いつかないとか、こういう風に答えてほしいんですね。思いつく人は、焼肉が食べたいとか、お寿司が食べたいとか、こういう風に言うことができます。これが思いつくの使い方です。どうですか？わかりましたかね？そして次にご紹介するのが、覚えると思い出すです。覚えると思い出す。これはね、結構混ざってしまう人が多いんですね。
思い出すを使わないといけないけど、覚えるを使ってしまう。逆に覚えるを使わないといけないけど、思い出すを使ってしまう。こういう人がたくさんいらっしゃいます。なので、使い方、使い分けがはっきりとわからない人は、今から私が説明することをしっかり聞いておいてくださいね。そしてまず、覚えるからいきましょうか。覚えるっていうのは、例えば皆さんにとっては漢字とかどうですかね。漢字を覚える。これは今まで知らなかったこと。知らなかったことを新しく覚えることです。覚える。これが覚えるの使い方なんですね。新しいことが頭に入ってくる。思いつくはポンと頭に出てくること。ポンと出ること。アイデアが。でも覚えるは何か勉強とかをして頭に入ってくること。これが覚えるです。勉強の他にも皆さん初めて会った人、名前と顔を覚えますよね。名前と顔を覚える。これが覚えるです。で、ここからが難しいんですけど、覚えるは結構覚えているという風に使うことが多いんですね。覚えている。覚えているっていうのはずーっとのイメージです。例えば、皆さんが漢字を勉強して一度覚えると頭の中にずーっとありますよね。この状態が覚えています。この状態が覚えています。あ、私はこの漢字読み方覚えてます。この単語覚えてます。他にもさっき言ったあの人の名前覚えてますとかですね。これが覚えていますということです。で、皆さん、ここからがもっともっと大切なことです。みんなが間違えてしまいやすいこと。これは覚えないという形です。覚えない、覚えません。これですね。これを結構使ってしまう方がすごく多いんですね。例えば私が授業でこの漢字覚えてますかとか、この単語覚えてますか、この前勉強したこと覚えてますか、こうやって聞いたときにほとんどの方は覚えませんって言うんですね。覚えません。忘れました。こう言ってしまいます。でも正しくは覚えていません。覚えていませんなんですね。ていません。ているの形を使います。私たちは日本語で正直覚えない、覚えませんっていう形を使うことはほぼほぼないんですね。覚えていません。覚えてないです。こういうふうに、て、ないを使うことがとっても多いです。なんでかというと、イメージとしては、さっきも言ったように、何か新しいことが頭に入ることが覚えるですよね。で、これがずーっと頭の中にあることが覚えている。でも、皆さんがずーっと覚えていたことを不意に忘れてしまうことありますよね。ずーっと知ってたけど、どっか行っちゃった。頭の中からどっか行っちゃった。これが忘れるですよね。で、忘れてしまったら頭の中からなくなります。なので、これは覚えませんじゃなくて、覚えていませんになるんですね。今まで覚えていたけど、今まで知っていたけど、忘れてしまいました。覚えていません。こういう風に使うんですね。なので、難しい方は、正直私的には覚えない、覚えませんっていう単語は、本当に本当に使わないので、ここだけの話忘れちゃっても大丈夫。そして3つ目にご紹介していくのは、思い出すです。思い出す。これは覚えると比べたらすごくすごく簡単なので安心してくださいね。思い出す
っていうのは、例えば今まで知っていたことをさっきも言ったように忘れてしまう時ありますよね。何か頑張って覚えてずーっと漢字を覚えてたけど忘れちゃった。でもなんか、みんなが頑張って、どんな感じだったっけ、これどうやって読むんだったっけ、そういう風に頑張ってたくさんたくさん考えたら、急に頭に戻ってくる時ありますよね。これが思い出すです。一回忘れてしまったことを思い出す。例えば、昔のことですね。昔のこと。例えば、あの時友達と何食べに行ったっけ、忘れちゃった。どこのお店行ったっけ。でも皆さんが頑張って思い出す。思い出すんですね。頑張ってどこに行ったか頭をフル回転させて、こうぐる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 考えて、ポンと頭に戻ってきます。忘れていたことが戻ってくる。他にももっと使えるのが、例えば皆さんが誰か会った人の名前を忘れちゃった。昔に絶対会ってるんだけど、どうしても名前がわからない。これは思い出せないっていう状況なんですね。思い出せない。あれ、あの人の名前なんだったっけ、やばい、思い出せない。あ、思い出した。これが思い出すです。昔に知っていたことを一度忘れてしまって、でももう一度頭の中に戻ってくる。これが思い出すです。なので皆さんはきっと、あ、思い出したとか、こういう風に使うことができます。逆に、頑張っても頑張っても頭に戻ってこないとき、これは、思い出せないって言えるんですね。私はよく言います。結構忘れっぽいので、例えば鍵、家に帰ってきて鍵をどこに置いたか覚えていない、覚えていない。そして頑張って思い出そうとします。でも、あれ、思い出せない。どこに置いたかわからない。思い出せない。これが思い出すです。どうですかね、結構わかりやすく説明できたかなって思うんですけど、皆さんこれから3つちゃんと使えそうですか？最初に説明した思いつくは新しいアイデア。これだけグループが別です。新しいアイデア。そして2つ目の覚える、覚える。これは何か漢字を覚える。そしてこれからずーっと覚えている。でも忘れちゃった。今は覚えていません。これが覚える。そして3つ目の思い出す。こうやって覚えていたことを忘れてしまって、今は覚えてません。でも少し後に、あ、そうだ、思い出した。この漢字はこうやって読むんだ。とか、昨日のご飯何食べたか思い出した。鍵をどこに置いたか思い出した。これが思い出すの使い方です。どうですか？これから3つ使えそうですかね？こうやって今動詞を3つ勉強したと思うんですけど、なんだかこうやって新しく覚えたことはすぐに使ってみる。使ってみるとすごくね、頭に定着するんですね。完全に覚えることができます。ずーっと覚えていることができます。なので皆さんも一度使ってみてくださいね。でももし間違って使ってしまっていたらいけないので、よかったらコメント欄でこの使い方合ってますかとか、文章を作ってみたんですけど、これで正しいか確認してほしいですとか、そんな風に何でもコメントしてくれたら嬉しいです。合ってたら合ってるよって言うし、もし間違ってたらちゃんと正しいものを皆さんにね、返信するので、よかったらコメント欄で言ってみてくださいね。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。この動画で思いつく、覚える、思い出すの使い方をわかるようになっていたらとてもとても嬉しいです。
では皆さん、今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。